いい景色ですね。運転してるだけでもめちゃめちゃ楽しい。今私が向かっているのは大分県の南西部竹田市という市なんですけれども、その市はレンコン町と呼ばれるほど非常に隧道が多い町として知られています。で今回ですね、私が竹田市の中でかねてからずっと行きたいと思っていた古い明治時代の地形図にも載っている隧道で、その隧道というのはもう今はもちろん廃道なんですけれども、ちょっと得意な異形の形状を持っているということで、小野が眼で確かめたいなと思っています。おー、早速いい隧道が。今私がいるのは、岡城の駐車場から降りてほどなくなんですけれども、岡城って何かって言ったら、竹田市はもともと岡藩っていう藩だったんですけれども、その岡藩の城岡城、もともとの天守閣っていうものは今はなく、ただその土台として支えてきた非常に立派な石積みが今も岡城の敷地内には残っておりまして、それがこの竹田市の景観の代表的なものとしても取り上げられることが多々あるものになっています。暗渠だ、暗渠、暗渠だ。暗渠なんだけど、沢の水を通してるというよりは水路なんじゃないかな。入る時間はないようです。失礼。穴を見つけるとどうも入りたくなるんですよね。この大野川を渡れば国道502号に出ます。目的としている異形の隧道というのは、ちょっと集落の中を越えてからたどり着くルートで行こうかなと思っているんですね。私の探索が成功すれば、おそらく今いるこの交差点のあの辺から私降りてくるんじゃないかなと思っています。大地の上に登ってきたわけなんですけれども、私が目指す隧道は今登ってきたルートの言うならば別ルート、明治時代の古い、下手したらもっと古い時代から使われていた下とこの大地を結ぶ別ルートなので、早速廃道への取っかかりを見つけたいと思います。これはニューなのかな、違うよな。ニューっていうものがあって、下にね土室を掘って中に白菜とかやって、その上に目印で藁を家みたいにするんだけど、真面目な文献を読んでいた中でひらがなでニューって書いてあって、民族学の本で笑うことってあるんだと思って口に出して読んだよ、何回もニューって。そんな余計な話をしている間に石碑が、右から行きましょうか。農道の竣工記念碑と片加瀬武田間の道路の舗装工事に資材を投じた、道路の整備を行った方ということで、ここのルートのことかもしれませんね。素晴らしい。で、この小さな石碑は欠けてるなだいぶ欠けてるんだけど、この片ヶ瀬の地に隧道をうがちました。それは明治11年のことです。それを4年後の明治15年にこの石碑に記しましたっていう図だと思います。明治11年の隧道といえば、明治時代の地形図にすでに載っていた今から向かう隧道のことだと思うので、その隧道の記念碑ということですね。ここかな。この道をまっすぐ下るとまた国道502号に出れる、さっきの市道とは別のラインになるんですけど、それを外れて地形図上では今点線の記載になっているところに入って進めば、石碑によれば明治11年に作られた隧道が残っているはずということで進んでいます。ラインは真ん中でしょう。3つに分岐しています。軸丸武田線っていうのかな。畑から離れた瞬間にだいぶ雰囲気が変わります。
で地形図上ね、道途切れてはいるんですが、正面にも道があります。この感じは来るんじゃないかな、来るぞ来るぞという廃隧道の匂いを私に伝えてきています。あー来たわあ見えてる。うおーうおー、なんだこれ本当になんでこんな異様なんでしょうか。今まで見てきた隧道とどの形とも違う、知識とか役に立たないような形状ですね。もしかしたら天井が崩落によってどんどん上がってきているのかもしれませんが、その割には下に土砂が積もっていないのも不思議です。で、両脇はアーチとかでもなく、どこかの時代で作られた垂直の壁に支保工なのか丸太が3本ぐらい渡してあります。一体これは元の形は何だったのか。ただ驚くと同時に開通を確認、閉塞しておらず通り抜けすることが可能です。なんだこりゃ。もしかしたら下り勾配の隧道として完成していた。でしばらく使われていたが天井が落ちてしまった。でそれを現役だったので土砂をどかして、でさらに崩落する土砂をせき止めるためにコンクリートの補修が行われ、天井が高くなってきて落石が怖いので丸太を敷いて落石よけとした。それが一番しっくりくるのかな。天井が異常に高い。確かに小さな小石を防いでくれてるから、敷き詰められていたら屋根としてある程度の石は防いでくれていたのかもしれないね。外資がので電気が通る時代まで使っていたということですね。でここからなんかちょっと形状も彫り方も違う気がするんです。地質が違うとかそういった理由で剥離せずに古い時代からの天井を保っているのかなと思うのですが、下は多分滑らないように横に水を切ってる、石段っていうほどでもないけど線を切っている。お立派な石仏がある。なんかこのルート整えたのかみたいな日なのかもしれない。こっちすごい違う隧道みたい。こっから隧道を掘ってあの大地の上に出ようと思わなくない？すごいよね。あと下るだけですか？下るだけだけど道が残ってるといいね。何があっても無理やり降りるしかない。騒々しい車の走行音近づいてきました。国道502号スタートの時に最終的にはこの辺りに降りてきますよって言ったまさにその場所に戻ってきました。わからないことはわからないまま残ってしまったので、地元の方に聞いてみたいと思います。こんにち何の撮影は。ですか？こちらからぐるっと回り込むか、もしくはあっちの下片瀬の方から折れずっと行て、ったら広い能面道路があるからね、はいあれをずっと下っていくと左側にトンネルがある。明治時代からトンネルがあるって記載がされ明て、治時代というよりももう江戸時代からだよね。江戸時代から。あれはね、岡藩の八代藩主の墓が小富士山っていうところにあるの。はい、小富士山。歴代藩主が八代藩主のお墓参りに行くときにその道を通って行ってた。天井の入り口が高いのは昔から。もう自然に落ちてあんなになったのかな。でそれを片付けて使ってて、使ってたんで、でしょうね。コンクリートは左右の崩落を防ぐためですかね。
録よね、左右の方録がね。で上に木の丸太じゃないけど木材を渡していたのも、あれは落石の落石防止よね。防止。コンクリートの補修をしたのはそんなに昔の話じゃないよ。あ、そうなんですか。昭和40年代だよ。昭和40年代まで。40年代の後半ぐらいで。そんな割と最近まで使ってたの。いや、外資があるので、電気が来てた時代まで。電気が来てたね、トンネルね。トンネル。電気がついてる。隧道以前の道の痕跡っていうのが付近に残っているかいないかを確認してみようと思います。こちら側に昨日ぶりですね、改めて来てみましたが、これ以前の道、もしくは遠回りだけれども使っていた道とかがあってもおかしくないんじゃないかなと思うんですよ。どうにかして徒歩だけで行くんだとしたら、この屏風岩は巻きますよね。巻いていくしかない。あそこにあるのって人工物じゃないですか。あそこに四角い石が見えますよね。お墓かな。お墓ですね。甲賀に見戸市11月29日。甲賀なので幕末期ですか、嘉永の前の年、江戸時代のお墓がここにあります。下にもお墓がいくつもあって、こちらの方が昔のまま、いや、これお城見てるんだ。岡城の方に向いてるので、岡城を見守る形でありますね。道だ。間違いない。石垣がある。このお墓に至る道っていうのが必ずあったわけで、これが隧道ができる前に使われていた古い道、古道だっていう可能性は非常に高いと思います。別府大学の研究会の方で出されたものを抜粋して印刷した書籍なんですね。これじゃん。明治期武田周辺の隧道概念図。このルートっていうのが多分今の国道502号だと思うんですけれど、この道、下片鹿瀬隧道、これがおそらく異形の隧道ですね。この隧道は素掘りで、全長 41.3 メートル、幅員が 2.4 メートル、隧道高 2.0 メートルである。入り口の左側の崖に馬頭観音像が祀られていた。で、名文によれば人馬の安全を祈り、慶応2年の、慶応って書いてありましたね、石碑で。したがって当初この隧道の開削がこの時にあたり確認できる唯一の半世紀の次郎と考えられてたんですね。半世紀の隧道ではないかと考えられていたが、後の聞き取りによれば石像は現在の位置の前を通り過ぎ、約50メートル東側の低い堀割のそばにあったと伝えられていて、この隧道は他の例から考えて明治10年以降のものと修正せざるを得なくなった。答え合わせが完全にできました。嬉しいな。